おだすこんちこんぱんポテトですけども程度ぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、 DMF の B2B の動きを見てみたいやっていきたいなと思います。前回ですね、こちらの動画を出しました。その時にですね、こんなコメントで、ボックストゥボックス B2B の動きを見たいよということでやったので、面白い、やってみようということで今日はやっていきたいなと思います。以前の結果も含めてね、比べていきたいなと思います。結構面白いんで見ていってください。検証方法ですね。検証方法は、ビエラをですね、こんな形でフォーメーションをですね、左サイド、右サイドの DMF にしてですね、使っていきたいなと思います。これでですね、ビルドアップ時、そしてあとは守備時ですね、カウンター食らった時の動きとかを見ていきたいなと思います。で、前回ね、やった時にチームスタイルの差がそんななかったので、今回ショートカウンターだけでやっていきたいなと思います。チームスタイル変わってもですね、基本的な動き、やろうとしてる動きは変わりませんので、参考になるかなと思います。いや、前回のも見てるし、全然頭入ってるわっていう人はちょっと飛ばしながらになるかなと思うんですけど、ぜひ見ていただければなと思います。さあ、行きましょう。まずはハードプレスですね、の、ビルドアップ時ですね。こんな形で逆サイドのところなんですけど、こんな感じでね、あんまり関せずかな。アンカーの時もですね、正直そんな変わんなかった形ですね。ハードプレスより若干後ろだったかな。で、これボックストゥボックスですね。こちらになると、これもね、ハードプレスとかと似てるかな、動きとしては。ちょっと前には行ったりはするけど、そこまで、攻撃参加というかね、はしないっていう感じ。DMF って時点でやっぱしないって感じでしたね。はい、ここからはカウンター食らった時、守備ですね。ハードプレスを見ていくと、こんな形で近くに敵がいればついていくんですけど、ペナ内までは入らないって感じ。アンカーに関してはですね、ペナ内にも入りながら守備をしていったっていうのが見られましたね。はい、でボックストゥボックスですね。こちらに関しては動きはね、やっぱハードプレスとかに似てるかな。敵が近くにいればね、ちゃんとマークはしていくし、ただペナルティエリア内までは入らないっていうような守備してましたね。はい、ということで一気にまず見ていただきましたけども、ここまではね、そんな差がなかった。逆サイドに関してはやっぱあんまりね、差がないのかもしれない。なので本番はここからですね、同サイド、右サイドの時にどうなるか見ていきましょう。はい、まずハードプレスから見直していきましょう。こんな形でですね、ドリブルしてる選手の、後ろにすぐついていっていう形になっていきました。はい、次アンカーですね。アンカーもですね、途中まではハードプレスみたいな動きをしていたんですが、途中からね、だんだんこう真ん中に、敵がサイドにいないのも見てね、真ん中に行ってるって感じでした。はい、ここからボックストゥボックスですね。もう最初から位置全然違いますけど、こんな感じですね。結構ね、終始ね、ジタバタしてる印象がすごくあります。これこのままちょっと持っていくと、こんな形でですね、ハードプレスっぽい場所にいるのかなと思いきやですね、結構見てください。結構ね、あっちこっち動いてるの分かりますかね。敵が近くに来るとですね、すぐマーク外そうとする動きというかね、そういうのをしてたりしますね。なのでマークをまず外す動きっていうのもしてたし、あとはこうやってね、スペースをちょっとね、開けてあげるとですね、こんな感じで後ろ走っていったりとか、スペースに向かって走っていったりとかしますね。これは結構面白いよね。これ面白いなと思います。はい、今度は守備を見ていきましょう。ハードプレスから見ていくと、こんな感じでね、すぐ後ろにいますから、取られた後すぐこうやってね、プレス行くこともできる。その反転ですね、このプレスをミスる場合もね、もちろんあるよって感じ。アンカーに関してはですね、スタート位置が真ん中からになりますから、プレスすぐプレスっていう感じではないんですけど、相手に時間を使わせる守備っていうのができる、そんな形になっていきました。はい、ボックストゥボックスですね。これに関しては基本的にはね、ハードプレスみたいな動きです。ここもね、やっぱすぐプレスにはいけるんですけど、反面ですね、さっきみたいに前に攻めちゃってた時だと、プレスに行くのがもちろん当然遅れるよねみたいな場合は出てきちゃうっていうのはね、一つあったかなと思いましたね。はい、ということで見ていただきましたけども、いや結構おもろくないっすか。 B2B 面白くないっすか。特に攻めだね。攻めの時の動き、あちこち動きながらやっていくって感じ。ただこうランダムで動いてるって感じでもないのがまたいいですよね。ちゃんと意図が分かる感じがいいなと思いました。スペース見つけたりとか、あとマーク外したりみたいな、
感じで動いてくれるのが結構ね攻撃しやすいんじゃないかな。中盤で持てる人はすごくいいんじゃないかな。中盤で持てば持つほどですね生きてくる、そんなプレイスタイルなのかなと思いました。敵からするとですねこれマークし続けるっていうか仕切るのはかなり難しいなと思うんですよね。てかほぼ不可能に近いんじゃないかな、こんだけ動かれたら。なのでそういうところはいいよね。はい、というところが分かったので今日は一旦結論してまとめていきたいなと思います。 B2B は分かりやすく縦横無尽に動くとします。はい、見ていただきました。B2B 個人的にはねそんな使わないんですけど、でもこれ見たら結構惚れちゃうよね。そんな感じがありましたね。ちょっと使ってみようかなって思いましたね。結構起用を考えるな、これは。ちょっとまとめておきます。まずハードプレスに関しては、守備ですね。すぐ相手がカウンターを食らわないようにというかね、相手に1秒も与えないような守備をねすぐしてくれるような、そんな形になってきました。地味にね攻めも進みますけどね。で次アンカーに関してはですね、真ん中にいながらですね、敵にできるだけ時間をかけさせるような守備ってね、もうセーフティーにやっていくような印象がありますかね。でボックス2ボックスに関してはですね、守備はしなくないんですけど、どっちかというと攻めなんですかね。スペースを見つけたりとかマークを外したりみたいな動きをしているのが良かったですね。なんかこう分かりやすく縦横無尽にランダムに走るというよりはちゃんと意図がね見えるような形で動いているのが良かったかなと思いました。守備はもちろんするんですけど、どっちかというとやっぱり攻撃時にこの個性ですねが発揮するプレースタイルになっていきますから、起用としては攻めの厚みを出したい時とかに起用するみたいなイメージをしておくと一番目安にはなりやすいんじゃないかなと思いましたね。はい、というところでございます。というところで皆さんどうですか、これどれが好みですかね。結構その自分のスタイルとか攻めの仕方、チームスタイルによっても全然変わってきちゃうんじゃないかなと思いますけどね。こう見ちゃうとですね、やっぱり能力よりもこのプレースタイル、これを一番大事にしたいなと、した方がいいんじゃないかなと個人的にはね思ったりはしますね。とは言いつつですよ、やっぱり新しいビエラ使いたいからアンカーかなとかね、それはあっていいと思うんですけどね。あと特に最近で言うと前線の選手がめちゃめちゃ強いの出てきちゃってるんで、そもそも中盤からの攻撃参加が必要なのかとかね、そういったところも考えたりとか、むしろ中盤の選手は後ろでねカウンターを防いでほしいとかねいう考え方も一つだとは思いますからね。この辺を踏まえてですね、ベンチには別のプレースタイルみたいなのを置いておくっていうのも一つの手段ですよね。もちろんビエラは1人しか使えないですけど、アンカー使っていたら、ベンチには他のボックスボックスね置いておくみたいな形にしておくとかね、こういうのも一つの手なのかなと思います。はい、というところですね。この辺はぜひ起用の目安参考にねしていただければなと思います。なったんじゃないかなと思いますので、ぜひよかったら高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後雑談して終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談になっていきます。いや結構面白くね、このピエラもねこれ、どれ使うか迷っちゃうけどどれも強いしね結局ね。他で言うとマテウスとかこの辺は結構いろんなプレースタイルできてたりしますよね。ちょっとどうだろう、個人的にはアンカービエラとか使いつつ、例えばベンチにバルベルデとかボックスボックスで置いといてとかは全然ありなのかなとかね思ってたりはしましたね。なんかリトリート系のチームスタイルだとアンカーは普通に合いそうなんですけど、案外ここにねハードプレスっていうのも結構良かったりするんですよね。周りが結構引いてるのに対して一人だけねプレス行ってくれるっていうのも結構ありがたかったりするんで、一概にね、固定概念にはとらわれずにいろいろ試していただけるといいんじゃないかなと個人的には思っております。皆さんのね皆さんなりの答えとかあったらぜひコメントで教えてください。ぜひ皆さんもそれを見ていいなと思ったらいいねちゃんと押してあげるとすごくいいんじゃないかな。結構そのコメント欄も含めてね、そういう妄想の世界というかイメージし合える世界ってできたらいいなと思いますので、ぜひしてみてください。ちょっとプレイスタイルこうやって見ていくのも面白いですね。他もいろいろ今後やっていこうかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこのチェッカーどう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、というところで今日はねボックス2ボックスについてやってきました。いや結構面白かったですね。今後もちょっといろんなプレイスタイルも
ぜひやれたらなと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで今日の動画これで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。気をつけなはれや。